皆さんこんにちは、あやです。お久しぶりです。皆さんお元気でいらっしゃいますか？今回は日頃のこと、それから去年のこと、今年やりたいことなどなど、私のいろいろお話ししたいことを喋る、雑談動画として撮っていきたいなと思っています。ぜひゆったりと聞いてくださると嬉しいです。映像は喋るだけだとあれかなと思って、何をしようかなと思って落書きをしたものを撮っています。結構キャラ崩壊が多いかもしれませんけれども、もしよかったらそちらも楽しんでいただけると嬉しいなと思っています。さて、2023年皆さんにとってはどんな年だったでしょうか？私は日頃はピアニスト、それからピアノの先生としてお仕事をしているんですけれども、昨年は子どもたちと一緒に学んだり、自分の曲をいろいろ頑張ったりして充実した1年だったんじゃないかなと思っています。 SNS などでいろいろお世話になっている担当さんは私の夫なんですけれども、相変わらず元気にしています。担当さんと結婚して、今年でどうも10周年になるらしいので、ちょっとお祝いできたらいいかなと思っています。いつも音楽活動を支えてくださってとても感謝しています。私にとって2023年は YouTube に関して言うと、いろいろ落ち着いて投稿ができた1年じゃないかなと思っています。例えばセーラームーンに関してだと、キャラクターのお誕生日の時に1曲定期で上げてるんですけれども、ホタルちゃんだけ去年はちょっと投稿ができなかったので、今年はちょっと遅れましたけれども、なんとか1月6日に間に合って投稿することができました。とりあえず今年はいいスタートが切れたんじゃないかなと思っています。引き続き今年もいろいろキャラクターの曲を演奏していきたいなと思います。あとは、映画ですね。セラコスの映画の曲、月の花とか演奏することができました。またCD が出ましたので、新曲の、スターラインも演奏することができました。ぜひ聞いてない方、ぜひ聞いてほしいです。ライツの新曲が出てとても嬉しかったので、楽しく弾けたかなと思います。あとは9月には、3日間連続のライブ配信なんかも挑戦してみました。これはセーラームーン以外にも何か弾きたいなと思って、で久しぶりにライブ配信もしたいなと思ったので、自分でセットリストを考えて、いろいろ懐かしいアニメの曲とかも演奏してみました。ぜひこちらもアーカイブありますのでご覧になっていただけると嬉しいです。全部癒し系のアレンジで演奏しております。他にもお母さんと一緒の曲も、昨年は弾くことができました。こっちも今年もぜひ頑張っていきたいなと思っています。今年やりたいこといろいろあるんですけど、まずセーラームーンのキャラクターの曲、まだまだ弾いていきたいです。アニメの曲だけじゃなくって、また自分の知らない曲とかにも挑戦してみたいなと思っています。お誕生日の時だけじゃなくって、何か記念日的なもののタイミングの時にいろいろピックアップできたらいいなと思っています。他にもお母さんと一緒の曲はもちろん、あとプリキュアですね。今年も新シリーズが出るので、その曲もちょっと取り上げていきたいなと思いますし、今年はプリキュアが20周年になるので、何かちょっと記念的なお祝い的なものを弾いてみたいなと思っています。あとは、他のジャンルの曲ですね。時々違うアニメの曲弾いたりしてますけど、そういうところももう少し増やしていきたいなと思っています。懐かしいアニメなのは
結構そろそろ30周年とかちょっとアニバーサリー的なタイミングになっているみたいなので、そこら辺も私としても弾いてみたいなと思っているところです。他にもなんかちょっと弾きたいなって思ったタイミングでできればどんどん弾いていきたいなと思いますので、今年もどんどんいろんな曲演奏できるように頑張りたいです。あとは癒し系はもちろんなんですけど、なんかこう BGM みたいな動画ももう少し増やしていきたいなと思います。またピアノだけじゃなくってもう少しジャズに近い音楽もちょっと作ってみたいなっていうふうに思っているので、そちらもちょっと挑戦できたらなと思います。次に私の好きなもの、最近ハマっているもののお話です。私はお菓子を食べることがとても好きで、時々担当さんにそれ以上食べたら太るぞなんて言われることも多々あるんですけれども、結構お菓子を食べるのが好きです。それで最近ハマっているお菓子がじゃがりこっていうお菓子があるんですけれども、これの関西風お出汁味っていう味が最近好きです。スーパーで見かけて、これ絶対美味しいやつと思って1個だけじゃなく2個3個毎回買って帰っています。結構そういう和風な味が私好きなのかもしれないんですけど、九州醤油味とか、あと肉じゃが味なんかもすごくハマりました。もし皆さんのお好きな味があったらぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。あとは最近ハマっているのはコーヒーですね。もともとコーヒーは私大好きで、配信の時にも飲んだりしながらっていうのをご覧になった方いらっしゃるかもしれないんですけれども、最近はドリップバッグでコーヒーを入れて飲むことがとても好きです。いろんなメーカーのドリップバッグを買って飲み比べじゃないんですけど、今日はこれにしよう、明日はこれにしようなんて選びながらコーヒーを入れるのがとても楽しい時間になっています。私は結構この豆が好きっていうのはそんなにないんですけど、結構何でも好きなので、もしコーヒーお好きな方がいらっしゃいましたら、私はここのが好きだよなんて教えてくれると嬉しいです。最近飲んでるのはサワイコーヒーのブレンドとか、あとはカルディのコーヒーも好きですし、本当に何でも好きです。苦いのも好きなので、結構スタバのコーヒーとかもブラックで飲んでます。あと最近私がハマっているのが検証パズルなんですけど、昨年からなんか解こうかなと思って解き始めたら一冊丸々全部解けたのがとても嬉しくて、それでもうどうせだからダメ元で応募しようかなと思ったら、なんか 2,3 回当たりまして、現金が届いたり、あと物が届いたりしまして、それが良かったというか楽しかったので、引き続きいろんな本を解いたりしています。やっぱり頑張って結果が出ると嬉しいですね。練習がおろそかにないようにだけ気をつけてぼちぼち楽しんでいきたいなと思います。さて今年のお正月には実家の方に帰省してきたんですけれども、そこで面白いものがあったので皆さんにもご紹介したいなと思います。皆さんはこちらのゲームをご存知でしょうか？これはバンダイから出ていたセーラームーン R のムーンパワーでヨーマなんてお仕置きよというボードゲームです。これは対象年齢が6歳以上で2人から5人用で遊べるようになっています。時間軸は、魔界樹編ですね。ダークキングダムから魔界樹編までぐらいのストーリーの中でできているボードゲームになっています。すごろくとカードゲームがちょっと混ざったような遊びになっています。盤面は表がこんな感じですね。裏面にも別のゲームが遊べるようになっています。これどんな風に遊ぶのかというと、
まず盤面が外側の円と内側の円、そして中央のマスが最後のマスになるんですけど、ここを、ルーレットを回しながら進んでいってカードを集めながらゴールまで行くという感じになっています。外側の円では四天王とじゃんけんをするマスがあるんですけど、プレイヤーの誰かに四天王になってもらって、でセリフが実はこれ盤面に書いてありまして、掛け合いをしてじゃんけんをして四天王に勝てたらキャラクターのカードがもらえるという風になっています。キャラクターのカードにはムーンパワーっていう数字が書いていまして、これが戦闘力みたいな扱いになるんですけど、戦闘力を集めてある一定ある程度溜まったら次に中央の円に進んでいくんですけど、内側の円に入ったら今度はクイーンベリルとかメタリアとバトルをして、その書いてある数字よりも自分の持っているムーンパワーが高ければ次にカードがもらえるよという風になっています。そしてまたどんどんカードを貯めていくと、最後のマスに敵のカードがあるんですけど、ここで敵と3回連続バトルをしてムーンパワーが敵よりも多ければ上がりという風なシステムになっています。また、ルーレットがこんな感じになっていて、他にも、セーラームーンとかタキシード仮面以外にもキャラクターのカードがいろいろあります。ルナとかアルテミスとか、あとセレニティのカードなんかはオールマイティって言って無敵のカードになっていますね。結構いろんなキャラの絵が見れてとても楽しいゲームでした。裏面はこんな風になっていて、こっちはルーレットを進めながらカードを集めていって、端っこまで行けばゴールとか、あとは相手とぶつかったらカードバトルをするっていう風なルールのゲームがあったりと、こっちの方が割とやりやすかったんじゃなかったかなと思っています。こっちもカードが何枚もらえる、もしくは1枚返さないといけないなどなど、こっちはカード要素の方が強めのゲームになっていて、これもとても楽しかったです。というわけで今年も、引き続きいろんな動画を撮りながら新しいことにもチャレンジしていきたいなと思っています。いつも音楽聴いてくださってありがとうございます。また今年も元気にいろんな音楽頑張っていきたいなと思いますので、ぜひぜひこれからも応援のほどよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。あやでした。